大丈夫。大丈夫ですから。怖がることはありませんよ。少しだけこちらへ来てみませんか？さあ。やはりまだそういう気分ではありませんか。気が向いたらで構いませんよ。ここにいますから。ああ、はい、そうです。いえいえ、お気になさらず。私も一方的に猫さんに話しかけていただけですので。おっしゃる通り、猫さんはこの公園を住処にしているようで、私が知っている限り、いつも一人でここにいます。この子、きっと人が怖いんだと思います。それに、どこか悪いみたいですから、余計に。おそらく、時々、お腹のあたりを気にしています。ほら、また。目つきも声色も、痛みや不快感が混じっているようです。できれば病院へと思ったんです。でも近づこうとすると、どんどん奥に行ってしまって、なんとかしてあげたいのですが。ありがとうございます。実は、私も持ってきたんです。ですが、警戒を解かないと食べてくれないので。はい、お心遣い、ありがとうございます。私は、猫さんが出てきてくれるまで、一緒にいようと思います。私は、猫さんが出てきてくれるまで、一緒にいようと思います。少し冷えてきましたね。風邪をひいたら大変です。タオルもありますから、お布団代わりにくるまっても大丈夫ですよ。それで、もしよかったら、一度病院で見てもらえませんか？怖がることはありません。私もずっと、隣で付き添いますから。今朝お会いした。お気遣い、ありがとうございます。はい。そばにいて、安心させてあげたかったんです。あなたは、一人きりではありませんよ、と。ですから、もう少し。やっと、ここまで来たので。ほら、見てください。今朝よりもずいぶん近くまで来てくれたんですよ。猫さんはきっと治療が必要です。ですから不安に思わなくて大丈夫ですよと、そう伝わるまでもう少し。おいで。信じてくれたんですね。心配はいりません。きっと良くなりますから。寝心地は悪くないようですね。病院まではもう少しかかりますけれど、ひとまず安心です。猫さん。
病院の後は一緒に新しいお家を探しましょうか。里親になれる方がいないかいろいろと当たってみますから。ありがとうございます。猫さん、きっといい里親さんを紹介しますからね。それまでは寂しくならないように寄り添います。あなたが優しい方とつながって幸せになれるように、ちゃんとご飯が食べられるようになったらお祝いにおいしい猫缶をあげますからね。私の話していることがわかるのでしょうかね。そうでしたね。私はビクトワール・ピサと申します。トレセン学園に通っております。よろしくお願いいたします。並走にお誘いいただけるのですか？ああ、私が目指す高見へは並び立つ好敵手が不可欠。この勝負受けてもらいたい。条件は芝2400、日本ダービー想定。私は構いませんよ。それにローズさんと走れるのは楽しみです。感謝する。それと他にも強者たちが参加する運びだ。例えば将来のクラシック戦線の有力候補が集まるとなれば断る理由もない。極上の対戦カードを観戦だけで済ますのは野暮だろ。もうルーラーさん、こんにちは。グラウンドでお会いするのは3日ぶりですね。最高のレースを楽しむには最高の戦術研究が不可欠。グラウンドで走る以外でも盤面は動いているということだ。今日の並走は策を試すのに最適な実力者を集めると聞いた。なら盤上を支配する会心の一手となるか。試さない手はないだろう。ルーラーさんの作戦には驚かされることが多いですからね。どんな展開になるのか楽しみです。それと有力株がもう一人。彼女。もしかしてフラッシュさんか？これ以上ないマッチングだな。ああ、ただしこれから予定されていたメニューを消化しますので、ローズさんに伝えた通り16時12分ジャストからでお願いします。とのことだ。相変わらずの分担意指定か。だが悪くない。物事を自分の計算通り進める。勝つためには重要なことだ。ピサさん、以前からあなたの走りに注目していました。今日は全力でお相手いたします。がっかりさせないように頑張ります。ツバイアインス、さあ行きますよ。やりますね。これ以上ないタイミングで仕掛けたつもりでしたが、ですがまだまだです。と
てもいい勝負でした。自分の検討課題も見つかりましたし、また機会があれば。手札不足、特に対ピサ用のが圧倒的にか。ゴーさん、部屋戻ってふて寝しよう。礼を言う。やはり好敵手との戦いには得るものがある。ピサが応じてこそこの兵装に意義があった。お役に立てて何よりです。皆さんと走れる私にとってこんなに嬉しいことはありません。聞きたいことですか？したいことですか？そうですね。私はただ。おい、路地の方なんか煙出てない？火事じゃない？こんな狭い路地で火災だなんて。避難された方ですか？どうかお気を確かに。それと今いる住人の方は全員避難されたのでしょうか？その2階の部屋に住んでる女性がまだ中なんですが、玄関叩いて呼んだんですけど話聞いてくれなくて。あの家のばあちゃん人間不信なんだ。前に詐欺に遭ってから心閉ざしちまって。俺が子供の頃はよく遊んでくれる優しい人だったのに。くそ、どうすりゃいい？古い建物です。いつ燃え広がるか分かりません。危険が及ぶ前に何とか避難していただかないと。どんな方であれ危険な目にあって良い理由などありません。廊下が暗い。古い電気設備から出火したせいですね。慌てず避難していただくためにも早くしなければ。火の手が広がればここも危険になります。お願いします。どうか私と一緒に避難を。ほっといてよ。どうせみんな私を煙たがってるの。私がどうなったってむしろせいせいするに決まってるんだ。ここにはそのような方はいません。皆さん心配しておられます。信用できるかい？私が困った時誰も助けてくれなかったんだ。私はもうこの世界で一人きりなんだよ。先ほど下で子供の頃あなたに遊んでもらったという方に会いました。疎ましいと思っているのならあの方はなぜ心配したのでしょう。どうでもいいと思っているのならなぜ昔を思い出したのでしょう。悲しむ人はいます。あなたが一人きりだと思っていてもつながりは生きているんです。誤解やすれ違いがあっても向き合えばつなぎ直せます。ですからどうか私と一緒に。ご心配をおかけしました。ですがどなたもご無事で何よりでした。ばあちゃん、すまなかった。ばあちゃんが弱ってる時にもっと話聞いてあげればばあちゃんを孤立させることもなかったのに。これからは昔みたいにもっと話そう。ばあちゃんに昔世話になったのを覚えてるの俺だけじゃないからさ。ああ、心配かけてすまなかったね。
あんたもそこの馬娘のお嬢ちゃんも。よかったです。あなたが最後に残ったつながりを信じてくれて。お、あんた泣いてんの？はい、もうあなたは大丈夫なんだってわかりますから。不思議な子だね、あんたは。でもありがとう、優しいお嬢ちゃん。動機を知りたい？そうですね、つなぎたいからでしょうか。リサちゃん、今度は私と走ろう。うん、頑張ってみんなでトレセン学園に行こうね。両親、応援してくれる大人たち、一緒に走るお友達。レースは幼い私にたくさんのつながりをくれました。ですが理不尽な出来事というものはそうしたつながりをたやすく途切れさせてしまうのです。リサちゃん、怖いよ。建物が、みんなどこにいるの？ここは危ないから離れるんだ。ほら急ぎなさい。地元のジュニア向けトレーニング施設の火災、幸い犠牲者は出ませんでしたが、走ることが怖くなってしまい、レースそのものから遠ざかる子も多くいました。それでも私は今ここにいます。あの火災以来、ここも随分寂しくなってしまったね。以前みたいにはもう戻らないかもな。お父さん、私が走るのやめなかったらみんなは戻ってきてくれるかな。私、みんなとまた会いたい。笑って一緒に走りたい。だからこれからも走るね。悲しいのも寂しいのもみんなで手をつなげたらきっと幸せにできるもの。私は希望を紡ぎたいんです。寄り添って心をつないで、この世界から孤独を消し去って、そうすればいつか世界中が希望でつながる輪が作れると思うんです。この手は孤独な誰かの手を取るため、この足は走り続けることで希望を見せるため。私一人にどれだけのことができるかは分かりません。それでもあの頃はできなかったことでもいつかは。そう、学園入る時のね、親と約束した条件だったんだ。芽が出そうになかったら地元に帰って普通科の学校に通うって。そうなのですね。もう暗くならないでよピサ。自分でも分かってたんだからさ。3年頑張って模擬レースで1回も入着できてないんだよ。だからさ、次の模擬レースで最後。それでダメなら地元に帰る。そんでレースで活躍するって私の夢はピサに託す。
分かってはいるんです。勝負の世界である以上、こういったことはあるのだと。ですが寂しいですね。本心から決断したのなら止めることはできません。ですが彼女は次で最後と言いました。彼女の心はまだレースへの夢とつながっています。それなら私は私にできることを一つでもしたいのです。本当に私の走り方にそっくり。こんなことまでできるなんてやっぱ器用だね、ピサ。模擬レースまでに2人でこのフォームの改善をしましょう。きっとまだタイムを縮められるはずです。けどピサだってローズたち相手に模擬レースなんでしょ。片手間で戦える相手じゃない。私の面倒を見てる場合じゃ。大丈夫です。その分残ってトレーニングをすればよいのですから。寄り添って心をつないで、この世界から孤独を消し去って、そうすればいつか世界中が希望でつながる輪が作れると思うんです。私はあなたの心とレースとのつながりをつなぎ止めたいのです。トレーナーさん？これがトレーナーさんの考えたフォーム改善案。確かに彼女には合うかもしれません。早速外へ出てやってみましょう。はい、お気遣いありがとうございます。タイムが5日間でこんなに変わりましたね。ありがとうございます。では私お茶を取ってきますね。ほんと人のトレーニングなのに楽しそうだよね、あの子。見てるとさ、未来が明るく感じられるの。気のせいかな。やっぱ悔しいな。ピサ、希望を、私に希望を見せてよ、ピサ。私は友から思いを託されたか。だがそれで手心を加えるような無粋な真似はすまい。事情があろうとなかろうと勝負には関係ない。悪く思うなよ、ピサ。決して油断はしません。全力であなたを倒します。あなたのポテンシャルを知るからこそ。彼女が学園を去ってしまうのはもう変えられない。それでもせめて彼女の心に希望だけは。やなんかね、不思議なんだ。負けてここを離れるのにさ、ピサの走りが頭に焼き付いてる。忘れたくないっていうみたいに約束するよ。地元に戻っても絶対レースを好きでいる。ピサが
私とレースへの思いをつなぎ直してくれたからさ。はい、どうかお元気で。そしていつかまた。結局最良の結果とはいきませんでした。彼女がレースを好きでいてくれると言ってくれたのがせめてもの救いです。そうですね。では2人でつないでいきましょうか。世界中の心をつないで全ての孤独をなくすまで。悲しみの雨が降った後でも希望の空が見えると信じて。まあそうだったんですね。ルームメイトと仲違いを。そうなの。私は仲直りしたいのに話しかけても全然聞いてくれないし、もう八方塞がりって感じ。いいさ、やけ食い付き合ってくれる？ええ、もちろんです。そうだ、駅前のカフェに行きませんか？名物の山盛りフルーツパフェ、実はずっと気になっていて、そこでゆっくりお話聞かせてください。解決法を一緒に探していきましょう。ほんと優しい。ついつい甘えたくなっちゃう。ええ、どうぞ。いつでも待っていますから。トレーナーさん、明日のトレーニングについてご相談が。すみません、お忙しいみたいですね。出直した方が良いでしょうか？わかりました。急ぎではありませんので、どうか焦らずに。あら、プラグが抜けかけて、これじゃあ危ないわ。これでよしっと。もうこっちもしっかりつなぎましょうね。もう外れてしまわないように。大丈夫です。ごめんなさい、私のせいで。パソコンは、データは無事ですか？トレーナーさん、私は大丈夫ですから。それよりもお仕事のデータを。ごめんなさい、こんなことになってご心配をおかけしてしまって。トレーナーさん、心から安堵なさっているお顔。本当にトレーナーさんは私を温かい。あなたの思いは、眼差しはいつもどんな時も私を包んでくださる。そう、あなたはいつだって輪の中心に誘うように私の手を引いてくれるの。ねえト
トレーナーさん、あなたをもっと知りたいわ。あなたの幸せをもっともっと。いいえ、何でもありません。ここを曲がってあの建物ね。あら、トレーナーさん。ええ、美術館へ。今期間限定で宝石展をやっているんですよ。世界中のいろんな種類のトルコ石の展示もあるそうで、ずっと楽しみにしていたんです。もうぜひ。トレーナーさんも宝石に興味を持ってくれて嬉しいです。あなたはどこまでも私に寄り添ってくださる。それなら今日はいい日にしなくっちゃ。あなたの心に残る輝き、一緒に見つけに行きましょう。見てください、トレーナーさん。このダイヤモンド、素晴らしいカッティングです。本当に綺麗。それにこの子、長い間持ち主からとっても大切にされていたみたいです。両親の仕事をずっとそばで見てきたので、なんとなく。宝石って意外とおしゃべり好きな子が多いんですよ。この場所もたくさんの思いであふれています。私もお話しするのが大好きなので、つい楽しくなっちゃいます。この宝石、とても悲しい色だわ。キャプションによれば、もう片方は相続の際に散逸し所在不明になってしまったと。右側だけのイヤリング。隣は場所が空けられているのですね。もう片方を待っているかのよう。また会えるようにと持ち主の願いが込められているのでしょうか。もしかして、すみません。このイヤリングに見覚えがあったりはしませんか？え？何を言って？突然申し訳ありません。ただ、あなたの眼差しから深い慈しみと、それに小さな希望が感じられましたので。驚いた。幼い頃に見かけた気がしたんです。このジュエリーとよく似たものを。でも気のせいよね。ごめんなさいね。変な話をしてしまって。いいえ、とても興味深いです。よろしければもう少しだけ聞かせてはいただけませんか？些細なことでも、イヤリングたちがもう一度巡り合うための大切なヒントになるかもしれません。あなた、どうしてそこまで？この宝石から深い寂しさが伝わってくるんです。あるいは再会を望む人たちの悲しみ、そして願いがつながることができるのならば、もう一度つなぎたい。二つで一つのイヤリングをつなぎ、幸せをつないで
どうか力を貸していただけないでしょうか。トレーナーさん、不思議なお二人。実はね、昔母から宝石を相続した話を聞いた気もするのよ。あるとしたら実家ね。私が話をつけておきますから探しに来てくださいな。集めていただいた宝石箱の中にはないようですね。そうよね。簡単に見つかるはずがないわ。でもこれ以上どこを探したら。例えばですけれど、お母様にまつわる場所などはいかがでしょう。片方だけけれどとても価値のあるものだとしたら、そっと大切にしまわれていたのかも。フルダンスが。昔母の自室として使っていた部屋に大きなフルダンスがあるんです。ご案内しますわ。立派なタンス。この中にもしかしたら、この宝石箱、とても思い入れがあるようですね。古いものだけれど何度も修復した形跡があって。まさかこの中に。これだわ。本当に見つかるなんて。よかった。これでもう一度つながれますね。同じものですね。今すぐには隣に飾ることはできないけれど、いつかはきっと。トレーナーさんあなたの笑顔、とっても眩しい。自分のことのように思ってくれている。私に心を重ねてくれている。満ちていく、溢れるほどに伝わってくる。確かに感じます。あなたの喜び、あなたの幸せを。はい、今日もありがとうございました。よろしければ一緒にお散歩しませんか？美しい海を近くで感じたいんです。合宿の思い出に。ここにもシーグラス、素敵ですね。尖っていたかけらがこんなにも優しい光を宿すようになって、まるで海が磨いた宝石のよう。あっちにも。一人で海に出て長い時間かけて旅をして、どこかからまたやってくる。とても美しくて幸せなわ。大丈夫、もう寂しくないですよ。
お、カニ？ぶねえ、踏むとこだった。トレーナーさん、どうかされたのですか？あら、その子は？そうだったんですね。小さいのに一人ぼっちで心細いでしょうに。お家へ向かうところなのかしら。はい、もちろんです。ぜひ私も共に見守らせてください。この子の無事を祈って。順調ですね。この調子なら。あら、もう。ええ、このままでは私道をつないできません。大丈夫ですよ。待っていてくださいね。すぐに進めるようになりますから。カニさん、こちらですよ。そう、一歩ずつ一歩ずつ私の言葉はほんの些細なきっかけに過ぎません。前へ前へ、どんなに小さな歩みでも希望を持って進んでいけば、ぬくもりのもとへと帰ることができますから。トレーナーさん、とっても真剣な眼差し。小さな一歩を大切そうに、愛おしそうにええ、そうですね。無事にたどり着けたんですね。ここがあの子の帰りたかった大切な場所。そうですね遅いな、まだかななんて心配でいても立ってもいられなくて迎えに来てくれたのかも。もう一人ぼっちではありませんね。一番安心できる輪の中に帰れて本当に良かったです。あの子たちがこれからも幸せいっぱいで暮らしていけますように。それからあの子たちの輪がそうだったんですね。ずっとずっとあなたの幸せは私の喜び。私とあなたの幸せはずっと共に。今日の夕暮れ、とても綺麗です。いつもよりうんと輝いて見えて、あなたの瞳にも同じ色の光が見えている。そう、きっと。そうそう、この輪っかにしたところに通してキュッと編み上げるんです。この調子でシーグラスを包み込むように編んでいきましょう。こんな風に。お上手ですよ。しっかり紡ごうという思いが伝わってきます。やりましたね。編み目も一つ一つがしっかり揃っていてとても綺麗。さすがですお揃いですね。
よろしければ。お言葉にする前から心はとっくに一つだったのかもしれませんね。つないでいきましょう。これからも絶えず変わらず二人の手で、そしてこの絆も決してほどけませんように。